こんにちは。今回は一人暮らしをしている大学生が朝起きてから夜眠るまで毎日どのように行動しながら生活しているのかを順番にご紹介していきます。私は大学に通っていますが、朝は昔からかなり苦手な方です。それでも授業に遅刻しないように、毎朝どうにか気合を入れて起きるようにしています。起きた直後はまだ意識がはっきりせず、すぐには行動できません。そのため、ソファーに座ってスマホを眺めながら、少しずつ頭を働かせています。まず洗面所で顔を洗い、残っている眠気をしっかり追い払います。冷たい水に触れると、気持ちまで自然に引き締まっていく気がします。朝ごはんは外で済ませず、できるだけ自分で作るようにしています。卵を焼く香りが部屋に広がると、不思議と少し元気が湧いてきます。朝ごはんを食べ終える頃には、ようやく頭もしっかり働き始めています。食器を片付けた後、大学へ行くための準備を進めていきます。食事の後には、鏡の前で化粧をし、髪型も丁寧に整えています。大学へ行く前には、身だしなみにも十分気を配るよう心がけています。その日の予定や天気を確認しながら、大学へ着ていく服を慎重に選んでいます。色や合わせ方まで考えていると、思った以上に時間がかかります。準備が終わると、時間に遅れないよう、急いでバス停へ向かいます。待ち時間には、ニュースや SNS を確認して過ごすことがほとんどです。大学へ向かうバスの中では、窓の外を眺めたり、音楽を聴いたりしています。授業の予定を確認しながら、静かに移動時間を過ごしています。大学に到着すると、まず教室や掲示板を確認しています。授業の教室変更や連絡事項が出ていないかを毎朝しっかりチェックしています。授業中は先生の説明を聞きながら、重要だと思った内容をノートに書き込んでいます。後で復習しやすいように、できるだけ細かく整理しています。昼休みになると、友達と学食や近くの店へ食べに行きます。席が混んでいる時には、空いている場所を探して移動することもあります。廊下を歩いている途中で友達に会うと、ついそのまま立ち話をしてしまいます。授業の課題や試験の日程について情報を交換することが多いです。時間に余裕がある日には、外のベンチで友達とレポートを確認します。お互いの文章を読みながら意見を伝え合うことも少なくありません。授業の空き時間には、一人でカフェへ入って過ごします。飲み物を飲みながら、スマホを見たり、音楽を聴いたりしていることが多いです。課題が多い時期には、カフェや図書館でパソコンを開くことが増えます。資料を調べたり、文章を書き直したりしながら、少しずつ作業を進めています。授業が終わった後には、アルバイト先へ向かっています。制服に着替えた後、商品の整理や接客をしながら数時間働いています。仕事が終わると、帰宅する前にスーパーへ立ち寄っています。晩ご飯の材料を確認しながら、必要な食材をまとめて買っています。家に帰った後は、少し休憩してから晩ご飯の準備を始めています。
冷蔵庫の中を確認しながら、使う材料を考えて料理を進めています。時間がない日には、簡単に作れるラーメンを用意しています。麺を茹でている間に、冷蔵庫から飲み物や必要な食器を準備しています。食事が終わった後は、まず使った食器を洗って、キッチンを片付けています。部屋が散らかったままだと落ち着かないので、軽く掃除もしています。掃除が終わると、ソファーに座って動画を見ながら休憩しています。飲み物を用意して、しばらくゆっくり過ごしていることもあります。夜になると、お風呂に入ってしっかり温まるようにしています。湯船に浸かりながら、その日にあった出来事を思い返しています。お風呂から出た後は、ドライヤーで時間をかけて髪を乾かしています。髪が傷まないように、ブラシで丁寧に整えるようにしています。寝る前には、毎日忘れずにスキンケアをしています。化粧水やクリームを使いながら、肌の状態を丁寧に整えています。ベッドに入る前には、スマホを充電してから部屋の電気を消しています。その後布団に入り、音楽を聴きながら眠っています。もう一度聞きます。次は繰り返してみましょう。私は大学に通っていますが、朝は昔からかなり苦手な方です。それでも授業に遅刻しないように、毎朝どうにか気合を入れて起きるようにしています。起きた直後はまだ意識がはっきりせず、すぐには行動できません。そのため、ソファーに座ってスマホを眺めながら、少しずつ頭を働かせています。まず洗面所で顔を洗い、残っている眠気をしっかり追い払います。冷たい水に触れると、気持ちまで自然に引き締まっていく気がします。朝ごはんは外で済ませず、できるだけ自分で作るようにしています。卵を焼く香りが部屋に広がると、不思議と少し元気が湧いてきます。朝ごはんを食べ終える頃には、ようやく頭もしっかり働き始めています。食器を片付けた後、大学へ行くための準備を進めていきます。食事の後には、鏡の前で化粧をし、髪型も丁寧に整えています。大学へ行く前には、身だしなみにも十分気を配るよう心がけています。その日の予定や天気を確認しながら、大学へ着ていく服を慎重に選んでいます。色や合わせ方まで考えていると、思った以上に時間がかかります。準備が終わると、時間に遅れないよう、急いでバス停へ向かいます。待ち時間には、ニュースや SNS を確認して過ごすことがほとんどです。大学へ向かうバスの中では、窓の外を眺めたり、音楽を聴いたりしています。授業の予定を確認しながら、静かに移動時間を過ごしています。大学に到着すると、まず教室や掲示板を確認しています。授業の教室変更や連絡事項が出ていないかを毎朝しっかりチェックしています。授業中は先生の説明を聞きながら、重要だと思った内容をノートに書き込んでいます。後で復習しやすいように、できるだけ細かく整理しています。昼休みになると、友達と学食や近くの店へ食べに行きます。席が混んでいる時には、空いている場所を探して移動することもあります。廊下を歩いている途中で友達に会うと、
ついそのまま立ち話をしてしまいます。授業の課題や試験の日程について情報を交換することが多いです。時間に余裕がある日には、外のベンチで友達とレポートを確認します。お互いの文章を読みながら意見を伝え合うことも少なくありません。授業の空き時間には一人でカフェへ入って過ごします。飲み物を飲みながらスマホを見たり音楽を聴いたりしていることが多いです。課題が多い時期にはカフェや図書館でパソコンを開くことが増えます。資料を調べたり文章を書き直したりしながら少しずつ作業を進めています。授業が終わった後にはアルバイト先へ向かっています。制服に着替えた後、商品の整理や接客をしながら数時間働いています。仕事が終わると帰宅する前にスーパーへ立ち寄っています。晩ご飯の材料を確認しながら必要な食材をまとめて買っています。家に帰った後は少し休憩してから晩ご飯の準備を始めています。冷蔵庫の中を確認しながら使う材料を考えて料理を進めています。時間がない日には簡単に作れるラーメンを用意しています。麺を茹でている間に冷蔵庫から飲み物や必要な食器を準備しています。食事が終わった後はまず使った食器を洗ってキッチンを片付けています。部屋が散らかったままだと落ち着かないので軽く掃除もしています。掃除が終わるとソファーに座って動画を見ながら休憩しています。飲み物を用意してしばらくゆっくり過ごしていることもあります。夜になるとお風呂に入ってしっかり温まるようにしています。湯船に浸かりながらその日にあった出来事を思い返しています。お風呂から出た後はドライヤーで時間をかけて髪を乾かしています。髪が傷まないようにブラシで丁寧に整えるようにしています。寝る前には毎日忘れずにスキンケアをしています。化粧水やクリームを使いながら肌の状態を丁寧に整えています。ベッドに入る前にはスマホを充電してから部屋の電気を消しています。その後布団に入り音楽を聴きながら眠っています。